平成13年式の2月登録のスープラ。探してはいたんだけれども高くて買えません。ターボエンジンの RZS、 純正6速マニュアル。メーター機器類が自分の方を向いてるっていうね。はい、よし君こんにちは。こんにちは。今日は7月の10日、時間は2時ちょうど、気温は32度、曇ってるから涼しく感じますけど、湿気がすごいですね。ジメッとしてます。ジメッとしてる感じで、はい、でもカラッとやっていきましょう。はい、はい、今日はですね、紹介させてもらうのは一応こちらのスープラ。かっこいいでしょ。かっこいいですね。真っ青でね。久しぶりに見ました。久しぶりに見たよね。はい、そう、前回スープラ80スープラが入ったのが、7、8ヶ月前の白いスープラですね。はい、あれが1台入って、でそこからは、1台も入ってこなかった、ずーっと。はい、じゃあ何もしてなかったかっていうと、常時オークションとかではちょこちょこ見てたよ。はい、見て探してはいたんだけれども、まあまあ高くて買えません、はい、まあまあ程度が悪くてちょっと手が出ませんみたいな、はい、っていうのがずっと続いてましたと。でそんな中でポロッとこれがいきなり入ったと思ったら、あそこにもう映してもらいたいんだけど、黒いやつね。あります、ね。あれも今度はね、買い取りで入ってきたりとか、はい、やっぱ重なるんですよね。欲しい時に来なくて、来る時一気にトントントンって来たりとかすると、はい、こんなのがあって、今日はこのスープラを紹介させてもらうんですけど、あっちはねちょっとまだ入ってきたばっかりで、はい、ちゃんと見てないっていうのと、はい、なんかねちょっと調子もあんまり良くないかな、どうだろうな、なんかもうちょっとちゃんと見ないと売るの怖いなっていうのがあるので、はい、それは一回置いといて、はい、こっちの方のスープラを紹介させてもらえればと思いますと。でまあスープラといえば、まあ、グレードが2つありますね、大きく分けてね、はい、SZ と RZ 覚えてますか？はい、ギリ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 、はい、SZ はエンジンはターボ、ターボ、 RZ はエンジンはターボ、ターボそっちがターボそっちがターボ、ターボと NA、 ターボと NA、はい、SZ が NA ですよね、はい、っていう感じなんですよ。でまあうちは基本的に何て言ったらいいですかね、やっぱりここら辺はどうせスープラ買うならやっぱりツインターボの RZ でしょっていうのがちょっとあるので、はい、基本的には RZ しか狙ってないんですけれども、はい、今回入ってきたのはこの RZの、まあ、正確に言うと RZS っていうグレードですね、はい、の、純正6速マニュアル車と、まあ、みんな欲しがるところですよね。そうですよ。でしかも走行距離がなんとですね67,857キロ。それはすごいです。めちゃめちゃ少ないでしょ、はい、っていう感じの1台ですので、ぜひ紹介させてもらえればと思います、はい、前回のスープラは、YouTube 出して、YouTube 出す前に売れちゃったのかもしれないかな、はい、思い出した、あれだ、お客さんも見にいらっしゃってて、ホームページ見ていらっしゃって、はい、で車見てもらってたの。そうそう、検討しますってなってて、他も見たいという話になってたんですよ、はい、そうそう、一応まあ高い買い物だからさ、他も見たいですって話になるわけじゃん、はい、でうちはね、もう全然どうぞと、全然見てもらっていいんで、他見てもらって大丈夫ですからっていう話で、他を見てもらってる間に確か YouTube の撮影をしたんだよね。で、YouTube をアップするときにはそのお客さんが戻ってきてて、はい、でもお客さんが「いや他の車見たんだけれども答え合わせみたいな感じで結局 A さんのにします」っていうことで一番程度良かったと言っていただいて、はい、で買っていただいたと、そんな感じでして、はい、前回の時はだから YouTube アップする前にはもう売れちゃってたんだね。撮影した時には売れてなかったんだけど、アップした時には売れちゃったと、はい、でヨッシーの編集側はちょっと長かったってことですか？ちょっと遅れました、ちょっと遅れたっていう感じなんですけどね。そう今日現在ではまだ、お店で売ってるのと、まあ、ホームページにもアップしてますので、はい、前のお客さんはね、九州でねまだ多分元気に乗ってると思いますよ。九州に、九州のお客さん、九州から見に来てるからね。で納車もお店で納車ですからね。陸送ではなく、陸送じゃなく、でその足帰り足で、セキュリティ屋さんに入れて、はい、でセキュリティショップでセキュリティつけて、はい、でその後確かフェリーで帰ったのかな、なんかそんな経緯だったんですけどね。っていう感じで、まあ、はい、全国から狙ってる車、狙われてる車って言ったらいいですか、そういう車種ですよね、そういう車種だからね、はい、っていう感じですので、まあそんな希少な、ただですら希少な80スープラの後期型ターボエンジンの RZS 純正6速マニュアル、走行距離6万キロ台っていうものになりますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。 OK ですか？はい、はい、じゃあやっていきましょう。本日よろしくお願いします。じゃあ吉君やっていきましょう。改めまして車の内容をお伝えさせていただくと、年式がですね平成13年式の2月登録のスープラ、
西暦でいうと2001年になりますね。で、グレードは RZS、RZ っていうのがついているので、エンジンは3リッターのツインターボエンジンがついていると。でシフトは純正6速マニュアル車、車検は再来年の6月まで長いね。であと走行距離も6万7900キロですか、で色は純正のブルーという車になっていて、残念なのが、ちょっと軽い修復歴があるとっていう感じなんですけれども、走った感じ特に問題ないので、全然気にしないでいいんじゃないかなっていう感じでございます。じゃあですね、早速外装の方をちょっと見ていただきたいんですけれども、社外品ちょこちょこついてるんだけど、結構ね見た目がメインで機能的なパーツはそんなに実はついてないです。まずは、フロントバンパーが、バリスのエアロ、フロントエアロバンパーね、で、ちょっとここら辺はね直したいよねっていうところなんですけれども、ちょっとそのままになっちゃってますけど、あとステッカーの跡とかがねあったりとかしますけれども、こういうちょっと傷があったりとかしてます。で、サイドは向こうから回った方がいいか。サイドも同じくバリスで、ボンネットに関してはスタートのカーボンボンネット入ってたんだけれども、色あせ結構してたんで、とりあえず一旦同色で塗り直したっていう感じで、とりあえずで仕上げてあるという感じになってます。ちゃんとダクト付きのね軽量ボンネットになってますね。ボンネットピンがないからねちょっと不安だけどね、それは一旦置いといてという感じでございます。ミラーに関してはちょっとこういうところの色あせはねちょっとあるんですよ。やれ感はそうで、ボディに関しては、ボンネットをさっき直したって言ったりとか、ルーフとかもねこういうの補修入ってるんで、ボディに関してはパッと見綺麗っていう感じ、ただ細かいところを見ていくとさっきの傷だったりこういうところの色あせだったりとか、こういうところの傷とかですね、ちょこちょこあるかなっていう感じですね。OK ですか。で、後ろに至っては、ノーマルでマフラーがRSR のマフラーが入っているという感じでございます。あとは足回りか。で足回りはね横浜の ABS モデル6の18インチのアルミが入ってるのと、であとは HKS の車庫帳も一応入ってるという感じなんですけれども、HS の車庫帳はねもう結構へたりすごいんで、足回りはこれ一回交換前提で考えてもらった方がいいかなと思います。でざっくり言うとねパッと見結構綺麗、よく見るとちょっと色あせ出てたりちょっと小傷があったりとかで、さっき言ったその車庫帳なり、あとはこういうそのローターの錆とかね、こういうところですね、こういうところとかあるので、細かいところを気にするのであればこういうところは全部やり直したいよねって思っちゃうみたいな、そんな感じの1台でございます。でも全体的に綺麗でしょ。綺麗ですね全体的には。見てもらって、ライトも特段目立つ曇りとかそんなにないので、ちょっと曇ってるか、でも全然いいんじゃないですか。このスープラらしい形をちゃんと保ってますよね。という感じでございました。 OK ですね。じゃあ次は、内装行ってみましょう。内装はこんな感じでございます。ちょっとエンジンかけちゃおうか。よっ。こんな感じでした。内装は基本的にはノーマルかな、ほとんど。ハンドルももに変わってて、ブリッツの追加メーターだね、これついてます。水温計かな、水温とあとブーストですね。ブーストつってますか。こんな感じですね。ターボタイマーついてますけど、これ電源入りません。入らないので無視してください。あとはこれは多分旧ナビゲーションの後ですね。ナビゲーションの台座ですね。これ取れるかなーって感じだよね。剥がれそうじゃない。剥がれそうですね。でこういうのを剥がすときは真夏の方がいいので、厚く室内をしてちょっとやってみようかな。タコ糸入れてもしかしたら取れるかもしれないっていう感じで、これがだから車外ナビのモニターと、モニターのコネクターだね。内装は至ってシンプルでこんな感じでした。期間的にはエアコン効くし、パワーステ別に問題ないし、
はい別にうなりもないし、パワーウィンドウも問題ないし、ミラーもちゃんと閉じるという感じで、はい、なんかそこら辺はね全然問題なしっていう感じですかね。で変なチェックラップもついてないし、っていう感じでございました。これはなんだ、スノーオフ、これですね、横滑り防止装置ってやつですか、はい、がついてたりしますね。はい、こんな感じでございます。でただまあこっちね見てもらうと、ちょっとここにねやっぱり浮きが結構スープラこれ出るんだけどね、ここ分かる？あ、ちょっと浮いてる。そう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 、はい、っていうのがあったりとかはしますという感じです。でよし、じゃあここ運転席座っていただくと、やっぱりまあスープラといえば、はい、このコックピット、全操作パネル、メーター、機器類が自分の方を向いてるっていうね。そう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 、いいじゃないですか。見てる人がこう乗った気分になれるこんな感じで、ピラーのところについてるメーターも見やすいと、こんな感じですね。はい、シートはブリットのセミ分けのシートに変わってるって感じが、はい、OK ですか？運転席だけ変わって、そう、運転席だけ、はい、はい、という感じでございます。はい、内装 OK ですね。はい、まあだから内装で気になる部分としてはやっぱりまあダッシュボードの浮き、はい、ただあれはもうさすがに物理的に直すのちょっと厳しいと思うので、はい、まあこれはそのままかなっていう感じじゃないでしょうかね。じゃあ次エンジンルーム、はい、行ってみましょう。で今日はせっかく入った1台で車検も残ってるんで、はい、試乗もちょっとできればと思ってるんで、ちょっと早めにサク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 、はい、いきます。よっ、エンジンルームはこんな感じです。これもやっぱりさっきの外装の、屋根の部分と同じくで、まあ、こういうところにちょっとサビの白いサビがちょっと浮いてたりとか、はい、まあ、こういうのは出てますけれども、まあまあしょうがないんじゃないかな、年式考えればっていう感じです。はい、ただ保管状況に関して言うと、さっきの足回りのサビとかもそうですけれども、すこぶる良かったかっていうと、まあ、必ずしもそうではないっていう感じ、だから気になる人はもうこういうところをもうせこ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 磨くとか、時間をかけてやってもらえればという感じですかね。はい、であとこの車は修復歴ありなので、はい、修復歴は、フロントのインサイドパネル、はい、まあここら辺って言ったらいいかな、ちょっと歪みが出てる部分が多少あるんですけれども、あとこのパワーサポート、これね、でこれ交換しているという感じです。はい、なんで、ざっくり言うなら、左前軽くぶつかってるみたいな、はい、そんなのがあって、まあ、修復歴があって、でそれが治ってる状態という感じになってます。はい、ただまあ、さっきも言ったように試乗もちょっとしてるんだけれども、特段気になる異常とかっていうのは感じないので、はい、まあ、修復歴、事故歴のダメージとしては、まあ、軽度なものなんじゃないかなと思います。はい、はい、でエンジンルームで変わってるのはあれか、エアクリーナーグレーテか。でもこれもう古いよね、 HPI かな、あ、サードか、サードのエアクリかっていう感じでした。珍しいのかな。あ、暑いなまあイオンとか白煙とかそういうのはないから、エンジン自体は結構調子いいんじゃないかなと思います。はい、はい、よし、これあれでしょ、このエンジン何のエンジンと同じか分かりますよね。1J は 2.5 リッターですよ。これは 2JZ です。あ、2J、はい、ってことは何のエンジンと同じだと思いますか？3リッターツインターボ、3リッターツインターボ、セルシオじゃなかったよねセルシオって名前間違えて、そう間違えて、アリストと同じです。そうです、はい、アリストの動画の時にセルシオって間違えたんですね、確かに。アリストと同じエンジンなので、はい、意外とね、なんて言ったら、まあ、アリストがドナーになって、どっちがドナーだ、まあ、アリストのエンジンを使ったりとか、はい、まあ、タービンブローしてアリストにくっついてたタービンを安く買ってくっつけたりとか、はい、そういった形で流用している人は結構多いんですけれども、はい、幸いなことにアリストの値段がやっぱり安いんでね。スープラとかさ何百万とかだけどさ、アリストの V300 とかでも、はい、安いやつとかだと距離走ってれば50万ぐらいとかで全然買えちゃったりするんですよ。はい、だからそうそこからエンジンパーツ取りしてとかっていうのも全然できるので、はい、まあ、そういう良さはありますよね、スープラの場合は。はい、じゃああとは下回りトランクルーム行きますか。そうなんだよね、これね、スープラってさ、これ全部そうなんだよな。だいたい1回で開かなくて、はい、開かないんですよ。開かない。これ
俺の開け方が悪いのかな。ちょっとじゃあこれ持ってるから開けて、上にやって。ああ、来ました。だよね、そうなんだよ。なんか解除ボタンを押しても半ドア状態で止まっちゃうみたいなね。よいしょ。荷物はそんなに積めないんですよね。そうですね。さあ中身どうでしょう。そういえば俺これ後ろ中見たっけな。こんな感じか。あ、意外と綺麗。綺麗。オリジナルだね。まあ後ろは事故ってないか。ああ、いいんじゃないですか。こんな感じです。OK。であとはじゃあ下回りはね取ってもらうと分かるんですけどね、そこそこ錆あります。見える？分かる？あまり分かんないかな。まあでも多分これ大画面でテレビとかで見たらよく分かるんだろうな。それなりに錆あるんですよ。足回り、車庫帳、あとデフの部分とか。マフラーはまあそんなでもないかなって感じなんだけどね。という感じでした。だからこれがやっぱさっき言ったやっぱそのままだと、まあ、別に大丈夫なんだけれども、やっぱ気になるよねっていうところっていうのがあります。だからやっぱり気になる人は、まあ、さっき言ったサビの部分、俺サビめっちゃ気になるからさ、でやっぱり一回リフト上げてサビ落としを一生懸命やるのか、もうパーツごとまるっと交換しちゃうのか、まあサスなんかは変えちゃった方がいいと思うんだけどね、っていうのをやったりとかしてあげれば逆に言うとかなり綺麗になるんじゃないかなと思います。OK ですか。はい。じゃあ次、マフラーサウンドいきます。はい。よいしょ。ちょっと前ずらすね。いきますよ。お願いします。こんな感じで、そうなんですよ。2J は、1J の2プラとかマーク2とかと違って、音がやっぱちょっと低いんだよね。低いですね。低いでしょ。だからのぶとくて低いっていう形なので、まあ音もねもちろん好みは人それぞれなんだけれども、やっぱり 1J の方がぶっちゃけ音はいい、個人的には。ただやっぱり改造の仕方によっては結構かなり甲高い音とかを立ててるスープラもあるので、まあそこら辺は多分マフラー選定とかいじり方のあれだと思うんですけれども、まあ一般的にはマフラーだけ入れるっていう形だと 1J はそれでも結構高いうなるような吠えるような音がする中で、こっちはどっちかっていうとのぶといこう重厚感のある音っていうんですかね、っていう感じのマフラーサウンドになっているというイメージでした。こんなところかな。なんか今日早い。市場もあるんで。こんなところにしておきますか。こんなところで。早いのはいいけどちょっと薄いね内容がそんなことない。分かる人は分かるんじゃないですか。分かる人は分かる、って感じがね。 OK です。じゃあ一応そんなところで、あとついでにもう1台の方もちょっと軽く紹介しておきましょう。ちょっとまだ商品にするか分からないんですけれども、こっちですね。で大体車入ってくると、まあこんな感じよ。結構エアロバキバキに割れてたりとか、まあ当然クリーニングもかけてないんでこういう風になってたりとか、あとボンネットもちょっと今開けるけど、ちょっと待ってね。こんな感じ。まあエンジンルームもねやっぱり結構汚れね、錆とかしょうがない部分はあるけれども、まあ結構汚れてたり、こういうのこういうのとか、そっちもこういうのとか、こういうのちょっと手入れたいでしょっていう感じになってたりとかしてますという感じでした。でただこの車もね、あと色あせもねちょこちょこ出てるんだよね。こういうクリア、これ何なのかな。
でじゃあエンジンもちょっとかけますよ。はい。ただこの車のすごいっていうかのはよいしょ。そうメーターが一応 TRD メーターに変わってるんだけど2万キロぐらいで変えてて記録もあるんで、はい、実走行で14万7、8000キロぐらいだったかな、はい、っていう感じなんですよね。でここにスイッチがついてます。はい、これでやって押すと分かる。今前の車高が上がってる。はい、上がってますね。そう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 。レアサスロベルタカップと言います。ちょっとフロントのサスのところ見てもらえれば。上げますよ。お願いします。上がりました？上がりましたね。そうこうやってその緊急的な段差を回避するように車庫調のところにカップリングを入れてロベルタカップっていうのが入ってるんですよ。はい、でそれでこう上げ下げが一時的にできると。はい、こんな感じです。すごいでしょ。すごいですね。そうっていう感じだからこの車意外とね、まあ、そういうロベルタついてたりとか、はい、で HKS の F コンのキンプロでコンピューターでもまあブーストアップ仕様って言ってたんだけど、はい、っていう風になってたりとか、あとはなんだっけな、あとエンドレスのブレーキとか入ってたりとか、はい、まあ結構やるとこはやってあるんですよね。はい、そうただマフラーのところをちょっと見てもらうと結構煙吐くでしょ。っていうのがあるので、はい、まあちょっと点検ちゃんとしてみてかな、もしくは諦めてオークション出しちゃうかみたいな。ただ、はい、2J 結構ね、まあ、これ、そんな動かしてないからさ、はい、オイル溜まって燃えて煙が出てるっていうのはあると思うんだけれども、はい、結構ね 2J ね多少置いとくと煙吐くんだよね。はい、ださっき言った、まあ、言い方変ですけど程度、はい、14万何千キロでしょ。はい、でまあそこそこ傷になったり手が入りそうだよねっていうのと、はい、まあ一方でこの6万8000キロ9000キロが、はい、とまあこれだけ綺麗な車あるじゃないですか。はい、意外とねスープラってねまあ、やっぱり輸出が全部絡んでるんですけれども、はい、走行距離にあんまりこの値段が比例していかないんですよね。だって約 2.5 倍違うじゃないですか走行距離が。そうですね。でも多分ね売ってる値段店頭で売ってる値段に関して言うと多分100万円から150万円ぐらいしか変わらないと思うんですよ。はい、もちろんこっちの方が高いんだよね。はい、でも100万円150万円の差で多分これだけクオリティ違うっていうと、はい、ちょっとなかなか合わないじゃん。だとしたらこっちの方がいいですね。いいよねってなっちゃうよね。はい、そうなんですよ。だから多分他カーセンサーとかで売っている値段とかも結構仮走行の車15万キロとか20万キロぐらい走っててもかなりそれなりの値段で売ってると思うんですけれども、はい、意外とね距離少なくても逆に言うとこんなもんなんだみたいな値段だったりとかもするので、はい、まあ多少その手入れなきゃいけない数はあるけれども、はい、結構おすすめだと思ってます。であっちに関して言うと走行距離の物差しだけで見ればなんか走行距離の割には店頭価格が結構高くなっちゃうっていうとまあ売れるかなどうかなでそれで買ったとしてもちょっといろいろ手かかりそうかなって考えると、はい、ちょっと売るのやめようかなと思ったりとかまあちょっと悩んでますという感じです。なんでまあこっち欲しい人はもちろん連絡いただければと思いますし、はい、あちらのスープラに関してもまあしばらくは一旦ちょっとお店に置いとくので、はい、欲しい人がいればいくらぐらいだったら買うよみたいな言ってもらえると嬉しいかもしれないと、はい、当然さっき言ったのを条件を含みでね、はい考えてもらえればと思います。 OK ですか。はい、はい、じゃあ一旦こんなところで締めてでそのまま試乗して終わりますか。はい、OK ですね。お願いします。はい、じゃあ行ってみましょう。はい、はい、じゃあユシ君乗って。いける。はい、お願いします。はい、そう意外とねそんなでかそうに見えて、あんまりでかさは感じなかったんだよね。どのぐらいのでかさなんでしたっけ。33とか。そうだね33と同じぐらいで横幅こっちの方があるんじゃないかなさすがに。そこそこでかいですよね。そうでね車重もあるだろうし、そういえばね確かにスペック重さ幅長さまあ高さはあれだけどさ幅長さと重さはどうなんだろうね。はい、意外と段差もそんなに
気使わないでも前だけちょっとね低いけど、はい、サイドと特にリアなんかノーマルだからね。どう？実に普通でしょ。でもなんかスーっていきますね。スーっていくでしょ。はい。こんな感じですよ。いややっぱターボですね。え？ターボのはい力強さは、そうだね。薄っぺらい。なんか今日薄いな。もうこれ以上ない。今日はちょっと薄いな、なんか。まあヨッシーの薄さはともかく、はい、まあ、確かに俺もね日産派だからさちょっとその薄さは否めないですが、はい、まあとはいえいいよ。もう車に詳しい詳しくないは一回置いといて、スペックであったりとかは置いといて、車のコンディションの良し悪しはねさすがに業界長いですから、はい、分かってるつもりではありますのでいいと思います。ちなみにさ、あれなんですよ、さっき僕久々そのカーセンサーを開いてさ、はい、普段見ないからさ、あんまり他の会社さんを気にしないっていうところがあったので、はい、でうちはねカーセンサー何でもカーセンサーとかグーネットとか、まあ、そういうサイトでは載せないからね、はい、そうで見たらスープラの80スープラね、はい、の RZ ターボグレードの、マニュアル車が全国でねやっぱ全然数がなくて、そもそも球数がない、はい、何台ぐらいだったと思いますか？ターボエンジンの RZ もしくは RZS、はい、マニュアル車の80スープラ100台ぐらいです。100台ぐらい、はい、まあそうだよね。100台あったとしても、はい、日本全国って考えれば多分めちゃめちゃ少ないと思うじゃん。全国で100台は相当少ない方ですね。でしょ、はい、13台。全国で13台？全国で13台、それしかないんですよ。だから R32 とか 3334GTR、はい、とかよりもやっぱりスープラの RZ の方が少ないんですよ、圧倒的に数が。そこまでなかったんですね。そうでやっぱそれはまあ、輸出されてるっていうのもそうだろうし、はい、あとはやっぱりなんだろうな、販売台数もね GTR に比べると80スープラって本当にずっと息が長くこう長期間販売されてたからさ、はい、まあ、そうするとモデルが変わらないからね、なかなか販売台数が増えていかないっていうのはありますよね。そういうのがあってね、全然数がなくて、その13台の中で、まあ、うちはカーセンサーと載せてないから外になるわけですけれども、はい、13台の外にうちが2台もあると、RZ 純正マニュアルがっていうと、はい、まあまあかなり珍しいんじゃないかなというふうには思います。そうですね。そうなんですよね。やっぱりまあワイルドスピードでね一番最後に出てたオレンジのスープラの印象が強いですから、はい、結構海外にどんどん持ってかれちゃってるんじゃないかなっていうのはありますけれども、まあ、今のところこの車はね2001年式なんで、はい、25年経つまであと2年か2年、正確に言うと1年半ぐらいか、もう2月っていうと、はい、っていうと、まあ、もうじきその輸出バイヤーでお金を持ってるところとストレージする場所がある会社さんなんかは結構狙ってくるんじゃないかなとは思いますので、はい、まあまあ日本の方で欲しい人がいらっしゃればぜひ早めにお問い合わせいただければっていう感じですかね。はい、OK ですか？はい、はい、じゃあそんなところでちょっともしかしたらいつもよりも内容薄めになっちゃったかもしれませんが、うちの YouTuber は所詮そんなもんですまあ走行の雰囲気を伝われば、はい、そうだね、そう、雰囲気だけ伝われば、はい、なんか程度がいいかっていうのだけ伝われば、はい、と思ってますので、また引き続きチェックしていただければと思います。はい、OK ですか？はい、はい、じゃあそんな感じで引き続きよろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。今日紹介させてもらうのはマーク2ツアラー V の、オートマチック。これがねセダンなんですよね。はい、わかります？ボールを挟んだここからのツートンカラーっていうこのツートンをうまく生かして、まあ、若者がカスタムしてくれたりとかしたら、結構かっこよくなるんじゃないかなっていうふうに買う時の値段も安いし、さらに整備もされてるからいいよねっていう話。